最新 Windows の夢を見ない。のまき。というわけで、今回も今時のパソコンを作ろうと思います。またなのだ。前回のコメントで第3世代も動くと書いてあったので、試そうと思ったんですけど CPU が行方不明でした。掃除するのだ。というわけで、今回はこれを使います。インテル Core i7-2600K です。聞いたことがあるのだ。サンディーブリッジおじさんの必需品ですね。中身はこんな感じですね。薄くて見づらいですけど、よく見えないのだ。今回のマザーボードはこちらです。アスロックの Z77 エクストリーム6です。色が地味なのだ。第2世代と第3世代に対応しています。第2世代だと PCIe が 2.0 までですけどね。メモリは当時使っていたこの4枚。DDR3 の 8GB と 4GB が2枚ずつです。合わせて 24GB なのだ。グラボはラデオン HD7850 です。前回掃除したのだ。性能的には GTX480 あたりですかね。CPU 内蔵のよりはマシらしいのだ。電源はコルセアの EX760 です。いつものやつなのだ。名前の通り 750W 電源です。フルプラグインタイプなので使わないケーブルを外せます。外すとすっきりするのだ。そしてケースはいつものこれです。主要なパーツはこれくらいですかね。組み立てを始めるのだ。まずは CPU を取り付けましょう。ピンを曲げると使えなくなるのだ。CPU を乗せたらカバーを閉じます。なんか汚れているのだ。クーラーと電飾を起こしたみたいで洗っても磨いても落ちません。続いてメモリーをソケットに挿します。種類が混在している場合はチャンネルに注意しましょう。交互に挿すといいらしいのだ。クーラーは今回もアサシンさんです。他に使えるのがないだけなのだ。ベースプレートが必要ですね。マザーボードの裏に取り付けるのだ。プレートにボルトを取り付けて立てるのだ。後ろの穴から差し込みます。入れるのだ。インテル用の金具を取り付けて固定します。閉めるのだ。これで取り付け準備は完了です。続きはケースに入れてからなのだ。ケースに I/O パネルを取り付けます。ぴったりはまったのだ。マザーボードを取り付けて電源ケーブルをつなぎます。クーラーを先に取り付けると狭いのだ。クーラーの取り付けなんですけど、このまま取り付けると微妙に飛び出すんですよね。蓋は閉まるけど膨らむのだ。というわけでクーラーを観察してみると隙間があるのだ。カバーを外すと低くなりそうですね。なので撤去するのだ。ネジを3本外すとカバーが取れます。反対側も同じですね。カバーが外れたのだ。これで8ミリくらい低くなりました。ギリギリ入らない場合に有効な技です。カバーは箱に戻しておきましょう。放置すると行方不明になるのだ。続いて CPU グリスを盛ります。猫グリスなのだ。クーラーを取り付けました。カバーがないと反射がやばいのだ。続いてはメインストレージです。フレクスター M8PE の 1TB です。メイン PC から剥がしてきたのだ。5インチベイが足りないので仕方ないですね。取り付け方法なんですけど、今回のマザーボードには M.2 ソケットがありません。ではどうやって使うのだ？アクアコンピュータクリオ M.2 エボ。こちらの変換基板を使います。なんか見たことがあるのだ。M.2 ので初めの頃に一瞬だけ流行りましたね。そうだったのだ。バラすとこんな感じになりました。この中に取り付けるのだ。そうなんですけどね。
両面実装を考慮していないのでここまでしか入りません。これ以上倒したら折れるのだ。というわけで当たる部分を削って掘り込むことにしました。一晩かかったのだ。金色のところが削った部分です。深さは4ミリくらいですかね。これで放熱シートを敷いてもバッチリ閉じられます。超疲れたのだ。上にも放熱シートを貼り付けて、ゴムも忘れずつけるのだ。蓋をネジ止めしたら完成です。これで使えるのだ。取り付ける場所なんですけど、この2箇所が CPU 直結なのでどちらかに取り付けます。ブリッジ接続なのだ。ただし両方のスロットに挿すと8レーンずつの固定になります。前回のマザーボードみたいな動的な帯域の分配には対応していません。ケチなのだ。安いので仕方ないです。ちなみに当時は NVMe から起動できなかったんですけど、なぜか6年くらい経ってから対応になりました。不思議なのだ。どちらに挿しても同じですが、下側に挿すことにしました。理由はエアフローですね。空気の流れなのだ。次のパーツはこちらです。これは何なのだ。見ての通り玄人志向です。何の機能があるのだ。機能は特にありませんね。コンデンサしか載っていないので。何のためにつけるのだ。このマザーボードって普通の PCI スロットがあるんですよね。なのでなんか刺さないといけない気がするんですよね。気のせいなのだ。機能はありませんが効果はあるみたいです。コンデンサの力でノイズが減るだとか、電源ラインの電圧が安定するだとか。それは良さそうなのだ。ということでコンデンサを増強しておきました。コンデンサは多ければ多いほど良いと伊藤さんも言ってました。誰なのだ。コンデンサの達人です。次のパーツはグラボですね。隙間が広かったので上側に取り付けました。補助電源も忘れず挿しましょう。その割り箸は何なのだ。お尻側が1センチくらい垂れ下がるので補強しました。見た目が貧相なのだ。フロッピードライブはスーパーディスクを使います。普通のフロッピーディスクと LS120 が読み書き可能です。必要らしいのだ。 AT-API 接続のドライブですが、このマザーボードには IDE のコネクタがありません。 SATA に変換するのだ。それは前回試したんですけどね。 OS つまり Windows 11が対応してないみたいです。それは残念なのだ。調べたところ AT-API 接続のフロッピーが使えるのは Windows 7の32ビット版までだったみたいです。今回は USB に変換してみますね。また謎のパーツなのだ。 3.5 インチ B に取り付けて USB と電源を接続します。つないだのだ。 USB ケーブルは後ろから出して背面のコネクタに接続します。なんかダサいのだ。なのでケーブルを改造しました。コネクタはぶった切ったのだ。どうせ錆びてましたからね。もったいないお化けも出ないでしょう。材料はこちらです。作り方は省略なのだ。接続するとこんな感じです。これですっきりしたのだ。ブルーレイはパナソニックのやつ LF-TB371 の見た目になった実は SW5584 です。詳しくは前回を見るのだ。上の5インチフロッピーは別の動画の撮影用です。今は改造中なので使えません。できたらいつか投稿するのだ。というわけで完成しましたね。クーラーの反射がやばいのだ。カバーを外した弊害ですね。適当に隠したので大丈夫です。続いては外側の配線ですね。まずは電源ケーブルです。これがないと動かないのだ。今回も PS2 ポートがありますね。ツートンカラーなのだ。
キーボードとマウスの絵が描いてあるんですけど、このマザーボードでは同時利用できません。分岐ケーブルを使うのだ。それを使っても無理みたいです。両方つなぐとキーボードしか使えません。なぜ動かないのだ？切り替える回路がないだとかそんな話。マザーボードの手抜きらしいです。前回のやつは改善していたのだ。仕方ないのでダイソーの無線マウスを買ってきました。300円だったのだ。安いだけあって場所を選びます。マウスパッドがないとカーソルが飛びます。値段相応なのだ。というわけでこちらがマウスのドングルです。赤い 2.0 なのだ。ところでなぜ左上が USB3.0 なんですかね。それはともかく PS2 にはキーボードだけ接続しました。履いたるようなので仕方ないです。これがキーボードなのだ。黄ばんでいますがまだ使えます。最後は HDMI ケーブルですね。グラボに差し込むのだ。ビデオキャプチャーとモニタにつながります。猫のカバーをかぶせて完成したものがこちらです。なんかレバーが間抜け面なのだ。レバーを上げてみました。これはこれで微妙なのだ。見た目より機能です。まだ機能しないのだ。それでは起動してみましょう。ポチッとなのだ。見づらいのでキャプチャーにしますね。デリートキーを押すのだ。BIOS 画面に入りましたね。CPU は 2600K で認識しています。問題なさそうなのだ。メモリも4枚認識していますね。ちゃんと 24GB あるのだ。続いてドライブの確認です。 M.2 の SSD を認識しています。こちらはブルーレイです。こちらがスーパーディスクです。全部揃っているのだ。続いてセキュリティの項目です。セキュアブットが無効なので有効にしておきます。キーを作成するのだ。肝心の TPM の設定が見当たりません。悪い予感がするのだ。とりあえず設定を保存してインストールしてみましょう。Windows 11 24H2 が入った USB メモリを差し込みます。前回作ったものなのだ。再び起動しました。F11 キーを連打するとブートメニューが開きます。機種によって違うのだ。ここから UEFI とついている USB メモリの名前を選びます。複数ある場合はどれかが正解です。くるくる始めたのだ。今度は起動できるみたいですね。セットアップ画面が表示されました。適当に早送りしますね。あ、察し。そろそろ速度を戻しましょう。なんじゃこりゃ！この PC は現在 Windows 11のシステム要件を満たしていません。だそうです。知ってた。やはり最低でも TPM1.2 がないと無理みたいですね。噂通りなのだ。ここで終わるとただのおかしな自作 PC 動画になってしまいます。いつものことなのだ。裏技を使うしかないみたいですね。というわけで TPM のチェックを回避しようと思います。使うツールとしてはおなじみのルファスです。ありふれているのだ。そんな気もするので今回は趣向を変えまして最新版括弧予定の 25H2 をインストールしてみます。ありふれたツールで世界最新です。それも結構見かけるのだ。細かいことはいいんです。というわけで要件の削除をチェックして有効にします。インストールメディアを作成します。出来上がったので再び起動してみますね。ポチッとな。というわけで戻ってきました。
ストール画面なんか見慣れていると思うので、今度は丁寧に早送りしますね。今度はチェックが通ったのだ。SSD を認識しているのでこれにインストールします。見どころがないので巻きますね。超加速なのだ。2段階目に入りました。重要ポイントなので減速します。ネットワークにつなげと言ってます。LAN ケーブルを挿すのだ。挿したら進めるんですけどね。つないで進めたとしても MS アカウントを強要されます。なので回避してみようと思います。というわけでシフトと F10 キーを押します。コマンドプロンプトが召喚されたのだ。 OOBE フォルダに移動して例の呪文を入力します。バイパス NR を CMD です。コマンドがないみたいなのだ。噂通り削除されたみたいですね。2412にはあったんですけど、どうするのだ。ないものは作ればいいんです。存在していた頃のコマンドファイルの中身がこちらです。レジストリに項目を追加して再起動しているだけですね。なるほど、わからん。これを USB メモリの中に保存します。名前は何でも構いませんが、拡張子は BAT か CMD にします。今回は元のままなのだ。保存したものがこちらです。場所はどこでも構いませんが、ルートフォルダが楽でしょう。浅いと楽なのだ。というわけで画面を戻しました。あらかじめ用意しておいたので先ほどのファイルを実行します。USB メモリはどこなのだ。多分 D ドライブですね。ファイルを見てみましょう。あったのだ。中身を確認してみましょう。タイプコマンドで表示できます。さっきと同じものなのだ。それでは実行してみましょう。再起動が始まったのだ。戻ってくるまでカットしました。スキップするボタンが復活しましたね。インターネットに接続していません。これを押すとそのまま進めます。ポチッとな。ローカルアカウントが作成できますね。名前を入力する前にレジストリを見てみましょう。再びコマンドプロンプトを開きます。レジエディットと入力して実行します。レジストリエディタなのだ。確かこのキーでしたね。右のペンを見てみましょう。バイパス NRO という値ができていますね。種類は D ワード、データは1です。さっきのコマンドと同じなのだ。つまりはこの値を手動で作っても効果は同じです。今回は作成済みなので閉じましょう。インストールを再開しますね。名前を入力してパスワードを空っぽにするとあのキモい質問を飛ばせます。後から設定するのを忘れずに。プライバシー設定はお好きにどうぞ。全部オフにするのだ。あとは加速しますね。超加速なのだ。ということで出来上がりました。出かけるから待つのだ。まずは Windows アップデートを試してみましょうか。実はこれを試すために LAN ケーブルを抜いておきました。ふむふむ。というわけで結果ですが、ご覧の通り機能しています。特に問題ないのだ。無理やり入れたら更新できないという話をたまに見かけますが、確かに聞いたことあるのだ。それは 24H2 や 25H2 みたいな大型アップデートの話です。普段の更新は普通に降ってきます。今現在はという条件付きですがね。予定は未定なのだ。更新の途中ですがカットしますね。ドライバも入ったのでシステム情報の確認です。正しく認識していますね。問題なさそうなのだ。下にあるのはバージョン情報ですね。Windows 11 Pro Insider プレビューと書いてあります。まだ開発中なのだ。
正式公開は秋みたいですね。ライセンス認証はなぜかアクティブですね。デジタルライセンスが入っています。Windows 8.1 しか入れたことない気がするんですけど、使えるのは良いことなのだ。そろそろベンチマークの時間ですね。最初はいつものユメリアベンチです。今回で2回目なのだ。起動しませんね。動かないのだ。そういえばあれが必要でしたね。あれとは何なのだ。互換性の設定です。全画面表示の最適化を無効にする。これがないと起動できません。ふむふむ。もう一度起動してみましょう。今度は動いたのだ。1周目が終わるまでしばらくお待ちください。計測が終わりましたね。今回のスコアは21万262でした。相変わらずわからないのだ。そう思って前回の映像を持ってきました。前回のスコアは28万8256でした。結構下がっているのだ。前回が 7700K で今回が 2600K なので CPU 性能のような気もしますが、それっぽいのだ。ユメリアベンチマークは GPU の影響が大きいみたいです。ブラボ自体は前回と同じものなのだ。ということは PCIe の帯域幅が怪しいですね。まあその話は後にしましょう。続いてのテストはちはやローリングです。チワヤが転がるらしいのだ。結果が出ましたね。今回の結果はランク S 155万6442メートルで1000台でした。牛タンのように味のあるマシンだそうです。相変わらず謎なのだ。前回の結果がこちらです。ランク SSS の204万7070メートルで札幌ですね。明らかに下がっているのだ。ランクと地名で一目瞭然ですね。ちはやローリングは CPU の影響が大きいらしいですね。やっぱり CPU も遅いのだ。続いてのテストは A7 ベンチマークです。A 列車で移行7の快適さを測るのだ。
結果は最高設定で快適に遊べるそうです。明らかにところどころ引っかかってましたけどね。最低フレームレートが低めなのだ。前回の結果を持ってきました。前回は最低が 50fps ですか。全体的に下がっているのだ。不快感につながりやすいのは最低フレームレートの方ですね。まあ、ベンチマーク用なのでオブジェクト多めでしょうけど。雪も降っていたのだ。これで前回との比較は完了なんですけど、今回から新しいテストが加わります。次は何なのだ？ A 列車で移行8のベンチマークです。これなら 3D の性能が測れます。これで1周目完了なんですけど、なんか短いのだ。長いよりはいいでしょう。結果はどこなのだ？結果はここです。小さな文字で書いてあります。平均フレームレートは 60fps です。なんか色々と雑なのだ。標準フォントのせいでしょう。多分。普通そのあたりも計算するのだ。ということで快適に遊べそうです。これで一通り測り終えたわけですけど、SSD のことが気になるんですよね。とりあえず休憩なのだ。というわけで、なんとなく気になるので、SSD の速度を測ろうと思います。なんか出たのだ。クリスタルディスクインフォです。転送モードは PCIe 2.0 4レーンですね。SSD 自体は 3.0 対応ですが、3D ブリッジなので使えません。残念なことなのだ。それでは速度を測ってみましょう。クリスタルディスクマークを使いますね。時間かかるから飛ばすのだ。結果が出ましたね。こんな感じになりました。これだけ見てもわからないのだ。これが別の環境で計測したものです。PCIe 3.0 の場合の結果です。さっきの数字を忘れたのだ。グラフにまとめてもらいました。これならわかりやすいのだ。順当に 2.0 が遅いですね。PCIe 2.0 の4レーンだと帯域幅が 2GB 毎秒くらいです。読み込みだとかなり使っているのだ。ちなみに CPU とチップセットをつないでいる DMI2.0 バス、これも同じ転送速度です。 USB、LAN、SATA なんかも一緒にぶら下がっています。それはやばいのだ。 DMI3.0、DMI4.0 と徐々に進化はするんですけど、焼け石に水。ついでなので一緒につながっているグラボの状態も見てみましょう。 GPU、G を起動しますね。バスインターフェースの項目ですね。 SSD と分け合っているので使えるのは8レーンですね。その 1.1 は何なのだ？アイドル状態なので節電中です。負荷がかかると 2.0 に上がります。テストを回してみましょう。確かに上がったのだ。これも IB ブリッジなら 3.0 まで上がります。どこに行ったのだ？家のどこかに埋まってます。ここで算数の時間です。 CPU 直結は16レーンあります。グラボが8レーンを、 SSD が4レーンを使います。さて残りは何レーンでしょう？ 4レーンなのだ。使えないので実質0レーンです。反則なのだ。16レーンを有効活用するには単純なレーン分割では無理です。
使用状況を見て臨機応変にスイッチングする必要があります。それには最上位のマザーボードが必要です。でもお高いんでしょ？続いて第2問です。 PCIe バスはバージョンが1つ上がると速度が2倍に増えます。そうなのだ。将来のことは分かりませんが現状はそうなっています。つまり PCIe 2.0 は PCIe 3.0 の半分の速度です。ふむふむ。8レーン駆動なのでさらに半分です。さて全体ではいくらになるでしょう4分の1なのだ。そうなりますね。 CPU とグラボの間の帯域幅が4分の1になったらどうなるかというと、私にもわからん。わからんのかい。調べていないので分かりません。調べるのだ。そろそろ投稿しないといけないので無理です。ちなみに SSD をチップセット側につなげばと思うかもしれませんが、前述した通り SSD が本気を出すと DMI 2.0 の帯域のほとんどを占有します。もしかしてバランスが悪いのだ。その発想はなかったわ。というわけでこの話の続きは真相が分かり次第追って報告します。 2000X 的なあれです。それ放置されるフラグなのだ。ということでまとめに入りましょう。サンディブリッジのパソコンに Windows 11を入れるにはですね、大抵の場合裏技が必要になります。それはなぜなのだ？一部の企業向け PC なんかを除けば TPM を搭載していないからですね。なるほどなのだ。 PCI Express 2.0 までなのでグラボ等の性能が低下します。普段使いなら気になりませんがゲームなんかはもっさりします。ふむふむ。ちなみに 2600K の TDP が 95W です。似た感じの性能の N100 の TDP が 6W です。高負荷時だと 30W くらい使えますが、技術の進歩なのだ。ミニ PC だと足回りは弱いし拡張性は低いですけどね。例えば NS を作ろうとするとインターフェースの少なさがネックになります。レイドカードや速いランをつけても速度は出ません。 CPU につながるバスが細いのでまだまだなのだ。まだまだというかやる気がないですね。いろいろつなぎたけりゃ G4 を変えという方針です。ケチなのだ。長くなりそうなのでそろそろ終わりますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンを押すと動画作成がはかどる仕様となっております。また見るのだ。